他の MV を見たときに、うんあれ違う、俺が思ってたスーパージュニアじゃないと思って。ラマちゃん見てる？そんな入り初じゃない？ちゃんラマ見てる？声はともかく、手出てきたの初めてだよ。ということで、今回は K-POP 並びに SM が誇る大型かつ長寿のナムグル、スーパージュニアがリリースした新曲、エクスプレスモードを K-POP 好き、かっこおじさんが見たら、どう感じるのかという反応を動画に収めてみようという内容です。はい。冒頭で呼びかけてる、ちゃんラマちゃんと。は、ラマちゃんという、視聴者、かっこファンの方で。はい。ちなみにうちのチャンネルのファンダム名は、ウォッチって言うんですけど。あ、もう言っちゃっていいのね、そうやってね。こんな歪小なチャンネルがファンダムなんて、ちゃんちゃらおかしいわっていうか、へそで茶沸かしちゃいそうかなと思うんですけど、ちょっとね、それはね、あくまでネタなんで、うちはノリなんで、ちょっと本気で思ってる痛い感じではないので、はい。その沸かしたお茶をすすって落ち着いてくださいって感じなんですけど、だから要するにウォッチのラマちゃんからのリクエスト動画ということですね。ただそれだけだと個人的なビデオメッセージみたいになっちゃうので、指針だよ、単なる。最初にルール説明というか、この動画の趣旨を理解してもらうために、世界観、登場人物、立ち位置を、説明しますと、はい。で、そこにおわしますのがチェンさんで、トリプル S とか、アルテミス、あとはリセンヌなど、超メジャーというわけではないんですけど、風変わりでありつつもコンセプトがしっかりしてて、ファンが応援したくなるような、これからスターになるぞ、みたいな、生きがいいよじゃ、ガールズグループを主に追いかけていて、しょっちゅう渡韓したり、対面系のイベントやコンサートにも足しげく通って、人生を K-POP に捧げている、時間とお金と労力を無駄にしているオタク、かっこ中年、M2 層の男性です。M2 層。ただ、ナムジャ、ボーイズグループにも完全な守備範囲外というわけではないんですけど、チェンさんが K-POP にハマったのが第3世代から。でいわゆる、TWICE、レッドベルベット、ブラックピンク、ヨジャチングからなので、それ以前のグループ、特にナムグルに関しては疎いというのが、キャラクターですね。間違いないですか？間違いないですね。ビッグバンも超有名曲以外はよくわかんないです。っていうレベル。感じの人ですね。で、そしてこのチャンネルは、K-POP のカムバック、新曲のレビュー、感想ですね。とか、デビューしたグループの紹介などを主にアップしてまして、チェンさんは先ほど紹介したキャラクターのまま、アーダコーダ、ピーチクパーチク、ギャースカと、素直に感想をぶちまけてるわけですね。はい。ただそれだけだと、一個人の意見というか、情報媒体としての物足りなさとか、そのグループを追いかけてるファンとの溝というか距離ができすぎるかなっていう印象なので、そのチェンさんの素直な感想を価値あるリアクションにするためにこの天の声役をやってるスライスが、事前情報とか俯瞰的な解釈を足して、動画としてパッケージングしてるわけなんですが、今回そのお題であるスーパージュニアが問題と言いますか、はい。チェンさんの守備範囲以外、苦手な第二世代ナムグルということで、それだけならまだしも、このスライスもチェンさんほどではないにしろ、そこまで詳しくないということで、さあ、どう料理したらいいもんかと。困ったぞということで、だったらそのままやってみたらいいんじゃねという運びとなりました。はい。理由として大きなところは、K-POP 好きな人っていうのは、チェンさんと同じく第3世代からという人が、ボリュームゾーンとして多くいて、それでいて第2世代のこととかを知りたいって思ってる人も男女問わず同じく多くいるんじゃないかなと思ったからですね。で、それでいて第2世代から、しかも今まで活躍をしている K-POP レジェンドで、さらに最近カムバックを果たしたスーパージュニアは、最高の教材、食材かなと、オッティラマちゃんからの推薦もあったところでドンピシャだなとなりました。ということで早速チェンさんの感想に行きたいんですが、そのさっき言った第2世代知りたいゾーンの人にもお役立ち動画にしたいので、スーパージュニアの経歴を軽く、すっげえ長いよ、だって。ふわふわっと20年あるんだよ、だって。いや、だから軽くですね。軽くしたところでその長さかいみたいなツッコミはあるかもしれないですけど、一応すごくまとめました。スーパージュニアは SM エンターテインメント所属の男性アイドルグループですね。で、略称は SJ またはスジュですね。なので、以下はスジュと言います。今まで丁寧にスーパージュニアと言ってましたけど。それぐらい俺もわかる。で、ファンダム名は ELF、エルフですね。ハングル的にはというか、韓国発音的にはエルプみたいな感じが近いですけど、そのエルフの ELF の間にドットがありまして、本当の名前はエバーラスティングフレンズの略ですね。永遠の友達という。なるほど。つまり、ラマちゃんはウォッチーでありエルフということになります。で、デビューは2005年の11月で、当初は定期的にメンバーが入れ替わる、ローテーショングループっていう。NCT の原型的な？そうなんですよ。
だからまあ、この説明ちょっと後で出ますけど、当初はローテーションの形をとっていて、スーパージュニア05っていう、まあ、12人組でデビューしたんですね。だからその年号がついていて、05ってことですね。2005年の11月デビューだからスーパージュニア05。だから多分その次は06になって今回のメンバーはこれっていうのをやっていくつもりだったんですよ。で、その後の2006年にキュヨンが加わって、で、そのコンセプトが破棄されまして、現在まで固定メンバーで活動しています。で、ディスコグラフィーで言えば、2005年の11月に SBS の人気歌謡にツインズ、ノックアウトでデビューステージを飾っています。アルバム自体は12月に出てるんだけど、デビューステージがデビュー日ということです。で、それに続いてリリースされたファーストシングル U、大文字の、アルファベットの大文字の U が大ヒットして、まあ、新人賞などを取り、人気グループとなりました。で、そこからスーパージュニア KRY、を筆頭にサブグループで主に活動する大所帯グループとしての基盤ができて、まあ現在までこのスタイルで活動しています。で、まあ以前チェンさんがトリプル S が好きだということで、まあ筋と似てるっていう説明をした過去があったんですけど、これをだからもうちょっとちゃんと言うと、まあ今ちょっと触れちゃいましたけど、筋を発展させたのが NCT ですね。だからその形をチョンビョンギはイダラソニをトリプル S でやってるっていうことかなと思います。なるほど。この同じような流れを組んでるという。ビョンギも SM を参考にしてるんだなっていう感じはあるんですけど。で、筋のヒット曲に話を戻すと、その U 以外では、まあ筋を知らない人でもよく知ってる。ソリソリですね。ソーリーソーリーを筆頭に、まあ、ミスターシンプル、デビル、ブラックスーツなどが、まあ特に知られてる代表曲かなという印象です。で、まあ、大所帯でキャリアが長くてユニットが多い以外の、まあ特徴で言うと、まあメンバーが俳優、MC、モデル、ダンサーなど、まあ、そういう多彩なバックグラウンドがありまして、まあ、特にバラエティ方面での実力が図抜けているっていうのが、まあグループとしてのイメージとして強いかなと思います。ただ、日本での活動には同世代に東進機がいたからっていうこともあってか、これまであんまり力を入れてなくて、韓国でのお茶の間への浸透度はえげつないのに日本ではそこまでという日韓ギャップがあるのも、まあ他の有名グループと異なる特徴かなと思います、ね。で、現メンバーは、イトク、ヒチョル、イェソン、シンドン、ウニョク、ドンヘ、シウォン、リョウク、キュヒョン、ソンミンの10名で、まあ、ソンミンを加えるかどうかは正直微妙なところなんですけど、まあ、SM の公式とか日韓のウィキが外してないので、一応入れてます。ちなみに日本の公式にはいないです。そうなんだ。まあ、今回の活動もそのソンミンを除く9名で行われていますね。で、ユニット名についてるアルファベットはこのメンバーのイニシャルであることが多いですね。その KRY とかっていうの。まあそうじゃない場合もあるんだけど、それのパターンも結構多いという感じです。ということで、まあ今回の課題曲、エクスプレスモードはめでたくデビュー20周年を迎えたということで、まあリリースされたスーパージュニア25のタイトル曲です。アルバムタイトルだけ見るとその25周年っぽいっていう感じがするんですけど、05から数えての20周年の25ってことですね。だからその20年グループとしてやってることもすごいし、それがまあ SM っていうのもすごいんですけど、ちなみにメンバー全員が今は SM 所属ではないんですけど、完全体としては約2年7ヶ月ぶりのカムバックということになります。で、タイトル曲のエクスプレスモードはクールなエネルギーが感じられるアップテンポクラブポップジャンルの曲で、まあキャッチコピーとしてはおしゃれの決定版とついてるそうです。おしゃれの決定版。もうこの就職後はね、ちょっと笑わそうとしてきてる感じもするんですけど、まあ大サビの後のアウトロ、We in Express モード、短く区切られる、スキャットっぽいところはもう元祖パフォーマンスキングで筋が戻ってきたなっていう感じも個人的にはするんですけど、アルバムは初動で30万枚を超えて、キャリアハイを達成しまして、まあその前のキャリアハイが1個前のやつなんで、完全体のやつなんで、という感じで、まあ音楽番組の事前投票でも1位を多く獲得して、まあ実際の1位にはまだなってないけど、まあエルフの健在ぶりも、まあアピールできたカムバックとなったかなという印象です。まあ M カとかああいうところの音楽番組の声も素晴らしかった印象はあるんですけど、まあということで、まあチェンさんにはメンバーの顔だけ覚えてこいと、まあミッション貸したわけですが、まああんまり知りすぎても最初に言った動画コンセプトが、まあブレちゃうかなと思って、まあこんだけ説明して文句言ってくるエルフいないと思います。筋のこと知らないくせに、みたいな。ことはないと思うんですけど、まあその筋のデビュー20周年アニバーサリーソング、エクスプレスモードは第3世代大好きおじさん的にはどうでしたか？今、文句言ってくれるやついないだろうって言ったけど、俺にはいるかもしれないっていうことをまず最初に言うと。いや、だから間違えてもしょうがなくねっていう。いや、間違えてもっていうか、俺、ちゃんと、スジュの MV 見たの、これ初めてです。ああ、だからまあ、悪いこと言わなきゃ俺も怒らない感じだけど、普通に。いや、それで、だからまあ今回名前と顔を覚えなさいと。いうことで、覚えてきました、急に。一応、礼儀としてね。
多分ほぼわかる。うん。ただすっげえ昔の MV 見ると、人数も違うじゃん。まあ顔立ちも違うしね。そう、だから何人かは、っていう風になるけど、まあ、ほぼもう大丈夫でしょっていうレベルには来たし、一応だから MV もいくつか、計10本くらいかな。ちょっと時系列とかあれだけど。で、間違いないのは、ミスターシンプルは聞いたことある。とか、ソリソリとかね。っていうのは、っていうのはあったけど、MV 自体は初めて。なんでかっていうとっていうのもあれだけど、俺がだから K-POP に入った時点で、スジュもう10年以上キャリアあるんですよ。でもあまりにもキャリアが長いからさ。だから俺はある意味もう避けてきたわけ。これまでずっとだからまあ MV も見なかったし、ただいろいろ伝え聞いたことはあったから、俺の中でのスーパージュニアっていうイメージは、面白い人たちっていう。まあそれはそうなんじゃない？そう、だからバラエティアイドルっていうのがあったから、どんなことやるんだろうと思ったらさ、エクスプレスモード見た時にさ、めちゃめちゃ SM じゃんと思って。まあまあそう、これも一つの SM の顔ですよ。そう、だから、どういう面白いことやるんだろうモードで見てるからさ。曲でもやると思ってるってこと？そう。まあでもそういう部分なくはないけど。そういう意味で、だから他の MV を見たときに、あれ違う、俺が思ってたスーパージュニアじゃないと思って。ちゃんと全部 SM だと思ってさ。まあでも決めるところは決めて、面白いところは面白くするみたいな感じではあるよね。前作、ショータイムとか、あとだちょっと遡って見たときにさ、コーリンとかさ、セレブレートとかさ、見たときにさ、あれすごいいい曲だと思って。だから俺の中でのスーパージュニアが完全に崩れ去ったというか、もっと、だからなんていうの言ってしまえば色物じゃないけどさ、っていう立ち位置で MV もそういうことをやってる人たちだろうと思ってたわけ。なんかコンサートもすっごい面白いみたいな話してたから、そういうなんかこう、わーみたいな、ウェイとは違うけど、なんかすごい楽しいグループだなと思ったら、あれ普通にかっこいいんですけどみたいな、ところがあったから、ちょっとね、だから驚きました。じゃあ顔だけ覚えてこいっつって、エクスプレスモードだけを見たわけじゃないってことなのね。他のもいくつか、計10本くらいは見たよ。じゃあ、ある種ブレちゃうね。どういうこと？いや、だから第三世代しか知らない人がエクスプレスモード、スジュを、名前しか知らないくらいのレベルの K-POP 好きが見たらどう思うかっていうのが動画の、まあ、メインコンセプトじゃん。だからメンバーを覚えようとした結果、過去作もいろいろ見ちゃって、スジュへの理解度が深まっちゃったってこと？いや、そこまで深まってはいない。でも、だから、なんとなくやっぱ思ったのが、それこそ伝統的な K-POP っていうさ、単語というかさ、まあ、うちの動画で言ったらオネノプだったりとかっていうところでその言葉が出てきたりとかしたけど、それこそまあビッグバンとかもいるかもしれないけど、やっぱり俺の中での K-POP のナムグルっていう曲だと、やっぱり SM っていう印象が強いわけ。で、その中でもやっぱりいくつか聞いた限りでは、スジュってそれだったんだっていうのがあったから。そうね。そう。だから、ほら、曲を全然知らない状況だったからさ。SM のビルを建ててるのは、まあよく言われてるのはエクソって言われてますけど、だからそこにプラスされるのは東方神起とスジュとっていう感じじゃないかな。その上にだから NCT とかライズが成り立ってるっていうことではあると思うけど。SM っていうのは当然分かってたんだけど、やっぱりそことはラインが違うと思ってたから。まあ、違うっちゃ違うけどね。だけど、俺の中では、改めてやっぱ SM だと思って。曲の感じで。特にエクスプレスモードは、すっごい SM 色がすごい強いなって思ったから、こんなかっこいいんだと思って。だからいろいろだから初めて見たり、聞いたりとか、名前と顔も一致したりとかした答えとしては、楽しそうでいいなと思って。なんていうのかな、その楽曲だけとかじゃなくて、一応なんかさ、一番新しいやつかなんかの動画をちょろっと見たわけ。写真を撮るミッションがあって、みたいな。で、罰ゲームがあってみたいなやつを見たときに、なんかすごいわちゃわちゃして楽しそうだなみたいな。だからそこがバラエティアイドルたるゆえんだからね。そう。だからそういうところでも垣間見えたし、結構やっぱり20分ぐらいの動画だったからそれしか見てないんだけど、結構なんか、なんとなくこの人はこういうキャラなのかなっていうのもちょろっと分かったりとか、垣間見えたところがあるから、なんかやっぱりこれだけ長く人気があるのも分かる気がするっていうさ。ところがあるから、なんか、いろいろ発見がありました。そう、だから、まあ、手賀の巧妙というか、まあ、そのチェンさんが生真面目さが出たってことだと思うんだけど、まあ、その MV を見たりとか、コンテンツを見るっていうことで、まあ、俺が想定してたよりは、筋のことを知ってしまったっていう部分はあるんだけど、結果としてね、今のチェンさんの状態っていうのは、一般 K-POP 人になったとも言えるんだよ。チェンさんは逆に言うと、筋はさ、あえて避けてきたわけじゃん。ところがあるけど、普通の人はさ、メンバーの顔と名前は一致してるし、まあそれこそ代表曲とか知ってますっていう人が一番多いわけ。第三世代がボリュームゾーンと言われても。今その状態になった段階でのエクスプレスモードっていうのはどう映りましたかっていうところが結構大事かなっていうか、この動画の趣旨として行き着きたいところというかさ。だからメンバーそれぞれ、シンドンとヒトレは知ってましたよ。
うん。だけどどういうパートかっていうのは分かんなかったし、うん。そういう意味では、まずおって思ったのは、ドンヘ。ドンヘのパートめちゃめちゃかっこいいなと思ったし、なんかちょっとさ、癖のある歌い方とかフロー。まあ声が違うよね、ちょっとピンになったね。そうそうそう。っていうのもあるし、キヒョンは何かで見たことあったのかな。てかまあ、彼は OST をたくさん出してるんで、個人名は結構聞く方かなと思うけどね。そのバラエティとかじゃなくて。いやでもね、とりあえずなんか見たことあるなって思って、あと、俺が一番こう、おって思ったのは、うん。イエソン。なんかもともとイエソンっていう名前が、それこそトリプル S の琴音ちゃんがイエソン好きらしくて、うん。その名前は知ったわけ。で、見てみたら、あ、この人とかっていうので顔と名前が一致したんだけど、なんか独特の雰囲気があるなと思って。スジュの、まあ、ちょっと良くないというか、メインボーカルが多すぎるみたいなところがあるけど、イエソンはそのボーカル組の中では、それこそ、キュヨンよりも独特な声というか、個人的なことで言うと、これの系譜が俺はヘちゃんだった。はー、なるほど。ハスキーエンジェルボイスというか、の系統の声かなと思う。だから、声だけで言ったら一番覚えやすいと思う。そう、だから、まずエクスプレスモードだけ見たときにさ、なんかこう、まあ、ビジュアルがいいなと思ったわけ。俺はね、佇まいとか髪型とかもそうだけど。あと、シオン、それこそセンターって知りませんでしたよ。で、よく日本に来てる人っぽいなっていう。いや、どうなんだろう。いや、なんかね、よくポストで見るんだよ。日本どこどこに、ラーメン食べたみたいな。それこそセンターっていう感じまあでもそうね。だから、スジュンの動画見ると大体真ん中にいますよね。馬が。でもさ、それこそさ、昔のアメコミのヒーローみたいな顔じゃん。というかまあ、昭和の名俳優みたいな顔してる。あ、そう。だから、彼がセンターっていうのも、ちょっと俺の中では真新しかったっていうかさ。でもやっぱりこう、顔立ちっていうのもかっこいいし。まあ、エクスプレスモードでも一番最初、ベラベラ喋ってる。馬だから。昭和感のある顔じゃん。っていうところでの、まあ、親近感つったらあれだけどね。あんなイケメンの知り合いとかいないし。まあでも、かっこいいけど面白い顔してるよね、やっぱり。そう、だから、まあ、一応、それこそ全員名前とかを覚えたっていう状況で、っていうふうに言ったけど、まあ、あと、だから、推しが決まらない。いや、別に決めなくていいでしょ。いやだ、結構なんか、うにょくもいいなとかさ。てかまあ、そう、だから別に推しは決めなくてもいいけど、筋が出てるんだっていう、見たくなるというか、そういうテレビ番組とかバラエティとかを、まあなれば全然楽しいんじゃないって感じはするけど。そう、だからまず名前とかを覚えたし、ざっと MV は見たし、だから、なんていうの、一気にもうハードルがガンって下がったというか、すごく入りやすくなったから、で、しかもだから一番新しい曲が、普通にかっこいいなって思ったから、俺はなんかそこからまた改めて遡ってもいいなと思ったし、っていうのがあるから、なんかこれはちょっと少しずつでも、掘っていけたらなっていうふうに思った。まあ曲がやっぱりね、往年の筋っぽいっていうところが俺は特に良かったかなっていう部分はエクスプレスモードに対しては思うし、チェンさんもさっきおじさんが安心できるみたいな、世代的に近いっていうのもあるし、かっこいいに振り切ってないっていうところも含めて安心感があるっていうのは、まあ端的に言ったらそれが筋の魅力かなと思いますね。だからスジュの曲は、今回の曲は特にそのスジュらしさを前面に出してるから特にいいっていうのはあるんだけど、こうちゃんと向き合ったら、まあその第三世代大好きおじさんも良かったということで。だからね、俺ね、最近の K-POP つまらない論争とか、あとは K-POP が海外を向きすぎだ、みたいな、いろいろ言ってますけど、普通にスジュ見ればよくねっていう。それは思った。確かに。別にスジュ見ればいいじゃんって思っちゃいますけど、っていう感じはあるよね。だからそれが全然カムバックしてなかったら、これも言えないけど、これのエクスプレスモードで戻ってきてくれたっていうことを考えると、まあそれはすごく言いやすいかなとは思いますね。最後に、だからじゃあまあ今回の動画、もしくはこのカムバで、まあスジュに興味出てきた人いるかもしれないと思うので、まあっていうかそれを一応最高のゴールとして定めてはいるので、チェンさんも頑張った、そのメンバーを覚えた方法、一番おすすめとかあったらちょっと教えてもらいたいな。これはスジュに限ったことじゃないけど、やっぱ消去法ですよ。消去法。まずね、だから一人ずつ潰していくんだ。まず基本的に覚えようとしたときに、コンセプトフォトとか MV とかで覚えようとしちゃダメ。絶対普通の彼らが喋ってる動画とかのがいい。普通に。歌ってるよりも喋ってる方がいい。そう。だから、コンセプトフォトとか MV とかってさ、やっぱりガチって決めてるじゃん。しかも MV なんてカットがバンバンバンって変わるから、やっぱね、頭が追いつかないんよ。だからそうすると、それだったら、普通の喋ってる動画の方が、じっくりそのキャラっていうかさ、どういう喋り方をして、どういう佇まいでとかっていうのが分かるから。ソロカットが長いからね。そう。で、まずだから何でもいいから、そういうふうに普段普通に喋ってるやつを見るのが一番いい。で、その次に自分の中で、大体分かったなと思ったら、音楽番組で歌割りでさ、名前が出るやつあるじゃん。それで自分の中で答え合わせをしていくわけ。まあ大体出るよね、今の。上がってるやつとか。そう。だからそれで自分の中で、つぶやきながら、今日合ってる。そういう感じで。答え合わせをする。そう。
あとは、そっからさらに仕上げとして、コンセプトフォトで答え合わせする。その答えが出てないやつで、ね。最も分かりづらいやつで、だから横顔とかだったりとかする。単語帳みたいな使い方するけど、ペラペラめくるっていう。そう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 。そういう風に見ていくのが一番いいんじゃないかなって、俺は思う。あ、なるほどね。うん。まあそういうチェンさんもね、おじさんなんでそういうたゆまぬ努力をしてることらしいです。ということで、メンバーを覚えたいなと思ったら今のチェンさんの方法なんかを参考にしてみてください。これが一番特におじさんはいいんじゃないかな。で、まあ、じゃあついでに俺が言うおすすめ方法を挙げますと、エルフが挙げてるメンバー紹介の動画をおすすめです。一番やっぱり愛情があるし、わかりやすいというか、ここがメンバーの特徴ですよっていうことを言ってるのがちゃんとあるので、で、いや別に短いのでも、サムネ気に入ったのでも、一番見られてるやつでもいいから、そのエルフが作ってる手作りの動画を見るのは一つおすすめです。まあ今回ので、まあもしハマったら、あ、筋気になるな、前よりなんかこう知りたくなってきたなっていう、になったら、キリングボイスがおすすめです。お、そうなんだ。ちなみにこれはエルフのラマちゃんがおすすめしていました。だからそれがもう今までの歴代の、まあソリソリもシンプルも全部あるので、まあそれがメンバーの顔を覚えた後はそれをやると、まあ筋への理解度が一気に深まるかなと思うので。ああ、俺はそれを見逃してたから、じゃあ、私は次にそれを見ようと思います。だそれ見たらね、エルフまでの道はもうエクスプレスモードです。